こんにちは、作曲家の夏見るいです。私は海外のドラマやアニメ、ゲームなどの劇版を作っている作曲家です。今日はフリーランスの作曲家になって良かったこと悪かったことを話していこうと思います。今日の動画は語り系動画なので、画面を見てても私の顔が映ってるだけかなと思うので、ラジオみたいな感じで楽しんでもらえたら嬉しいです。そもそも作曲家とか別になりたいと思ってないんだけどみたいな人も、他業種はどんな感じなのか楽しんでもらえたら嬉しいです。最近よくそもそもどうやって作曲家になったのみたいなことを質問いただくことが多いので、その辺もなんとなく踏まえながら話せたらいいなと思ってます。まず作曲家の雇用形態なんですけど、大きく分けて2つあります。1つは制作会社とかゲーム会社に社員として入社して、そこで作曲をしている作曲家です。私の知り合いでパチンコ周りの音とか音楽を作っている会社に入社して社員で曲を作っている方もいらっしゃいましたね。もう1つはフリーランスの作曲家さんですね。こっちが大多数かなって思います。結構な人数の人が作曲家事務所に所属ないしは預かりみたいな席を置かせてもらっていて、そこからコンペとかたまに単独発注をもらったりしながら、主な仕事は自分で取ってくるっていう形を取ってる気がしますね。私の周りの作曲家さん、知り合いとか友達はこのパターンが多い気がします。私も今このパターンです。私は一度制作会社に作曲家として入社して、その後フリーの作曲家になったので、一応どっちの経験もあります。まず会社員作曲家のいいところを、メリットを挙げていきますね。まず1個目、これがもう最大にして最高のメリットなんですけど、固定給っていうことですだいたい親とか友達とかに作曲家になろうと思ってるんだよねって言ったら、やめときなさいって止められると思うんですけど、その理由はお金の問題、不安定なんじゃないのっていうところだと思うんですけど、作曲家で社員ならあれ大丈夫じゃないっていう感じになりますよね。音楽を仕事にしようと思った時に一番悩ましいのはやっぱりお金なので、この固定給で作曲ができるって超幸せなことだと思います。メリットその2、周りに先輩の作曲家さんとかエンジニアさんとか演奏家さんとかたくさんいるので、いろんな先輩に教われます。こんなにいろんな音楽関係の方がもうパッケージみたいな感じで周りにいて、随時意見をもらったり怒られたりできるっていうのはすっごいメリットだと思います。メリットその3、実力以上の仕事を振ってもらえることがある。これは営業を自分じゃなくて会社がしているので、会社に信頼があればそこに所属している作家にも仕事が降りてくるんですよね。そこそこ大きかったりします、その仕事も。これは営業を自分じゃなくて会社がしているので、クライアントさんは会社を信用しているので大きい仕事を振ってくれて、会社は私の給料分私を働かせる必要があるので仕事を振ってくれますよね。なので実績の割にはいい仕事を振ってもらえる可能性が高いです。実力以上の仕事って言ったので、もちろん初めてやる仕事とかだとクオリティが足りてなかったりもするんですけど、そこはまあ先輩とか前の作曲家の慣れてる方が助けてくれたりとか、変なまま納品しないようにたくさんチェックが入るので、私は頑張るだけという感じの仕事ができます。次、会社員作曲家のデメリット1番は門が狭すぎるこれなりたくてもなれないじゃんっていう感じなんですよね。さっきのメリット聞くと何が悪いとこあるの、じゃあ俺もそれ目指そうみたいになると思うんですけど、席が少なすぎると思いますね。なりたいと思ってもよっぽどの武器があるか、芸大作曲家を出ててデモも素晴らしくてフルオケのスコアもゴリゴリにかけますみたいな感じとか、もうその大手会社に知り合いがいて、その人にそもそも初めから腕を買ってもらってるっていうのがあったりとか、ピアニスト並みにピアノが超弾けるとか、デモが天才的とか、すっごい武器があったら戦えると思うんですけど、それでもみんな狙ってるところなのでなかなか難しいかなと思います。それを言うと、いやお前そういうのなさそうじゃんって思うと思うんですけど、私はその入った制作会社は結構ちっちゃめ、大手とかじゃなくてちっちゃめで立ち上げたばっかりで、社長さんももともと知り合いで、私の曲どんな曲作るか全体像をもともとかなり知ってる方だったっていうのと、あとはなんかファッションでやりたいです、やらせてください、できますみたいなことを言ったっていう感じですかね。運だって言ったら運なのかもしれないんですけど、その人と知り合ったのもバンドを結構本気でやってたからなので、なんか音楽業界にとりあえず身を置いてれば何かつながるとは思います。次、会社員デメリットその2、これ違くないかなという方向性に進むことがある。作曲家で入社したのにアレンジの仕事ばっかりとか、アレンジならまだしも、エンジニアさんとか静音とか SE 効果音ばっかり作るとか、もっと言うと音楽じゃないかなっていうディレクションとか、
そういう仕事がずっと続いて、なんか下手にそこで成果出しちゃったりすると、そっちのが向いてるじゃんとか言って全然作曲の仕事を振ってもらえなかったりする可能性はなきにしもあらずみたいなところがデメリットですかね。でもこれって会社員のみんなそうですよね。好きな部署に行けるわけじゃないですよね。デメリットその3、普通に嫌なやつがいたりします。では次にフリーランス作曲家のじゃあいいところってどこなのっていうのをまとめます。1個目、自分に合ってる自分がやりたいと思ってる仕事ができる。さっきの会社員作曲家のデメリットの逆だったりするんですけど、自分がやりたい目標地点と全然違うことを排除できるっていうのはフリーランスのいいところですよね。仕事を選べるってことですね。2番、新しいことに挑戦する時のスピード感が違う。これは何かっていうと、例えば自分のオリジナル曲を YouTube で出したいなみたいな思ったりするとするじゃないですか。勝手にできないんですよね。会社に相談しないといけなくて、しかも結構ダメって言われたりすると思います。でもこれはそりゃそうですよね。変な動画とか会社に所属してる作家名で出して、なんかその悪いイメージが会社についちゃったらすごい迷惑かけるので、いちいちチェックが入ったりすると思います。これはダブルチェックしてもらえるって意味ではいいと思うんですけど、そもそもやらないでくれって言われる可能性も高いので、何か新しいことやりたいなと思った時はフリーランスの方がいいんじゃないかなって思います。3番、自分の総合力が上がる。これはなんか上がざる得ないみたいな感じなんですけど、会社員作曲家だったら請求書とか送んなくても会社が送ってくれてますし、確定申告も会社がしてるし、クライアントさんとのやり取りなんかも結構会社がやってくれたりしてますし、クレジット表記とかもいちいち送んなくたって会社がやってくれてますし、これ全部自分でやることになるんですよね、フリーランスだと。これデメリットみたいに聞こえるけど、なんかこうやっと一般常識がちょっと身についてきたみたいな、自分の人間的な総合力は上がるような気がします。次にフリーランス作曲家の悪いところ、デメリットを説明します。1番は営業を自分でしなきゃいけないこと。これめっちゃ大変ですね。そもそもクリエイトする能力と自分を売り込む能力って全然違う気しますよね。お金の心配をしながら生きたりとか、毎年毎年更新されていく情報を取り入れるのが苦手とか、10年後の自分のイメージがつかめない、確信できないのが無理って人は向いてないかもしれないなって思います。ちょっと鈍感で勇気があってアホな方がいいかもしれないです。こんなこと言ったらフリーランス作曲家さんにめっちゃ怒られそう。でも冷静だったらやらないような気もしますよね。営業の話に戻るんですけど、例えばゲームの仕事をもらえたとして、パッケージで大きくもらえたから40曲一気に任せてもらって2ヶ月3ヶ月で作りますってなった時、その2ヶ月3ヶ月は普通だったらそこだけに集中したいじゃないですか。だけど4ヶ月目の仕事についての営業もしなきゃいけないので、4ヶ月後の自分の生活のことも考えながら今は今でクリエイトしていくっていうのがなかなか結構パワフルじゃないと厳しいなって思います。私の周りにいるフリーランスの作曲家さんで食えてる人っていうのはみんな人間力が高くて営業力があって、なんだかんだコミュニケーション能力がめっちゃ高いと思います。デメリット3、会社 NG が使えない。これは何かっていうと、めんどくさい感じのことを言われたりとか、ちょっとやりたくないなっていうような仕事を頼まれた時に、会社員作曲家だと会社にちょっと問い合わせフォームがあるのでそっちに所属してるのでそこで聞いてもらえませんかとか、会社 NG が出てるのでちょっと私はすっごいやりたい気持ちあるんですけど今回は見送らせてくださいみたいな、すっごいスムーズに誰も傷つくことなく断れるんですけど、これがフリーランスだとどうしようっていう感じにちょっとなるんですよね。デメリット3番、サボれてしまうですね。誰にも監視されてないけど頑張れる人ってどれぐらいいるんだろうっていう感じですよね。夏休みの宿題を最終日ギリギリとかに始めてるような人は要注意です。私も結構だらしなくてですね、お昼ぐらいに起きてその午前中のツケを深夜に払って5時ぐらいに寝て、なんかちょっと頑張った気になるみたいなパターンありますよね。これ全然本当は頑張ってないのでフリーランスって危ないですね。あと誰にも監視されてないっていうことのもう一つのデメリットは、私がなんか頭がおかしくなっても誰も注意してくれないっていうことですかね。例えば私ニューメタルが好きなんですけど、ニューメタルが好きだっていうところからニューメタルの曲しか書かなくなり、最終的にニューメタルを好きじゃない人は悪だって言い始めても誰にも私を止められないっていうか、普通これが会社員だったらいやいやそういう変なこと言うのやめろとか、頭おかしくなってるよとか、ちょっと休んだらとか、考え方変えろって普通に怒られると思うんですけど、そういうことを言ってくれる人がいないので、
やばいですね。今のは極端な例なんですけど、なんか私が軌道を間違えて変なこと頑張り始めちゃってたりとか、効率悪いことしてる時にちょっとそれ頭固いんじゃないとか、こっちやってみたらとか、さりげなく注意してくれる人が全くいないっていうのはすっごい危険なことな気がします。以上です。この結論を見て、狭き門かもしれないけど、自分は社員作曲家一本で狙っていこうって思うのもいいし、でもフリーもどっちにしろ武器は必要なんですけど、今私別に楽しいしなんとか生きてるので別に悪くないかなって思います最後が適当すぎるなこの動画の評価が高かったら、これからも音楽系の語り動画なんかを出していこうかなと思うので、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また更新していきます。具体的な質問とかも大募集です。ちょっとコメント欄では答えられなかったりするかもしれないんですけど、メモっといて後で語り動画にしたりとか、質問コーナーみたいので答えたりとかできるので、なんか書いてもらえたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね。